どうも皆さんこんにちは。ロックンクローラーズです。今回はですね、そろそろ春ってことでですね、なんか作りたくなってくる季節なんですよね。毎年春っていうと。僕がですね、2020年の3月末にですね、こちらのアキシャル SCX-103 登場してですね、まだ1週間ぐらいだった時に、この情報を知ってですね、早速ポチって、初めてのですね、ラジコンですね、小学生以来の初めてのラジコンを購入しました。で、やっと届くかななんてね、ワクワクしながら待つことね、ブログも始めたりとかしてですね、やっと届いて、4月の末ぐらいになって、組み立てをね、開始したりとかしたわけです。これちょうどコロナ始まってですね、緊急事態宣言とかですね、学校とか仕事もね、在宅になったりとかしてですね、いろいろあった時期ですよね。あの頃を思い出したりもするんですけれども、なんかやっぱね、ラジコンって作りたい人間なので、多分日本人のね、皆さんはね、タミヤに触れて育ってきた人はやっぱラジコンって組み立てるもんでしょっていう方多いと思うんで、僕もそうなんですけれども、やっぱりなんかね、ラジコンキットから始めたいですよね。そういう意味で、なんかですね、今年の春もですね、なんかキットをちょっと導入して作りたいなって思って、ちょっと各ホームページを見ながらですね、ものをチョイスしていこうっていう話になります、今回は。実際ね、それで買うかどうかはちょっとわかんないんですけれども、雑談でやっていくんで、ラジオ感覚で聞いていただければと思います。はじめはですね、アキシャルの SCX-10 シリーズですね。3のね、ジープラングラー。これね、ちょっと今ね、なんかアウトオブストックになってて、この間ね、このラングラーのキットね、これがね、在庫処分セールかなんかで、すごい安くなって売ってましたよね。日本からはちょっと買えなかったんですけれども、売ってました。で、確かこれね、今も、日本からはね、これ買えないんですよね。で、そんなね、ラングラー、これね、型番がね、3007B っていうですね、新しい型番がね、つい、数日前にこれ、加わってます。で、こっちはまだアウトオブストックなんですけれども、これは今後こっちで在庫復活するのかなって気はします。おそらくね、このアキシャルとかホライゾンホビーの、在庫管理上のですね、何かしらのアップデートであって、中身は変わらないと思います。これキットなんですけど、同じもの買ったってしょうがないのでっていうと、やっぱりですね、ベースキャンプのこのビルダーズキットはこれ僕作って持っているので、SCX-10 Pro のキットなんですけども、僕が今回求めてるのは、こういうビルダーズキットではないんですよ。要はビルダーズキットっていうのはこのシャーシだけですね。タイヤとかボディとかついてないです。やっぱりボディ付き、タイヤ付きのちゃんとね、この車種としてのコンセプトが決められたですね、車種キットが欲しいわけです。というとですね、SCX-10 シリーズにはね、ないわけですよね。そしてですね、カプラもですね、もしキットがあれば、カプラ、もしかして最有力候補だったかもしれないんですけれども、カプラのキットもですね、もうこれは数年前に消えましたね。2年ぐらい前かな。で、RTR しかなくなってしまったんですけれども、残念。そして、リフトですね、バウンサー。これもですね、前キットがあったんですけれども、もう RTR だけになっちゃいましたね。アメリカのやっぱりラジコン文化って RTR ですよね。特にアメリカとかだと作りたいって人あんまいないんじゃないですかね。なんか本当にただ楽しむことを目的としている方が多くて、なんかいちいちですね、この作ってめんどくさいことしたくないって人が多いのかな。もちろんね、すごいね、ホビーグレードの製品をね、作ることを楽しむにしてる人ももちろんいるとは思うんですけども、日本のやっぱタミヤ文化に慣れ親しんだ僕らよりもですね、やっぱり RTR の方が気軽でいいっていう方が多いような気がします。ってことでですね、このアキシャルはですね、今これ見るとですね、もうね、きっとね、SCX-10 の、プロですよね。さっきのね、この、ちょっと、なんつうのかな、LCG 系のプロのキットか、ベースキャンプのキット。そして、これは多分復活はすると思うんですけれども、ボディ付きのキットってなると、ラングラーですね。これ、唯一これだけです。アキシャルはね。っ
ってなると、まあちょっと今回ね、アキシャルから、何か買うっていうのはないかなっていう感じがしますね。そしてですね、トラクサスなんですけれども、トラクサスのキットって、前はですね、実は TRX4 スポーツのキットっていうのがここにあったんですよね。スポーツ。TRX4 の、デフコントロールとか2スピードミッションとか省いたね、タイプのキットですね。すごく値段も確かね、安くてですね、で、ボディ付き、スポーツのボディとかタイヤも全部付いていて、299ドルとかなんかそのぐらいだった気がします。で、結構、人気でしたよね。スポーツのキットは。これ日本でもスポーツのキット買う人結構いて、っていうのは、まあほら、メカいらないじゃんっていう話で、自分で組みたいし、で、走りもいいしっていうので、ボディだけね、何か乗せ替えて使う時とかに買う人多かったんですけれども、なくなっちゃいました。でも、TRX4 のね、普通のキットですね。これはまだ売ってます。これタイヤもついてるんですけど、ボディだけは別売りってやつですね。これはね、個人的にすごく作ってみたいです。なぜなら、RTR しかね、経験したことがないので、構造がね、どうなってるのかみたいなのをですね、なんとなくはわかりますけれども、やっぱ作りながらじゃないとね、把握できないことってあるじゃないですか。あと、ブログとかね、動画でもね、ビルド動画的なものをね、作ったりもしていないので、これは。TRX4 の走りの素晴らしさとか、なんか完成度の高さ、トラクサス、王様であるトラクサスのね、製品、どんな風にしたらこんなにね、すごいマシンができるのかっていうのはやっぱね、ビルドしてね、知りたいっていうのはあります。なんでやりたいんですけれども、ボディがついてないんですよね、やっぱね。ボディ付きのキットが欲しいんですよね。なので、やっぱりちょっと、あれかな、ないかな。ちなみにね、トラクサスのキットっていうのはこのスラッシュと TRX4 しかありません。やっぱりね、圧倒的に RTR ですよね。レッドキャット。これね、レッドキャットは昔 Gen8 の、なんとかパックっていうのがあったんですよ。で、僕実はそれをかつて書いて、もうね、プリアッセンブルされてて、半分できてるんですよね。で、タイヤボディがないやつです。ビルダーズキットの組み立て上がったバージョンみたいな感じかな。なので、ないです。キットは。基本的にレッドキャットは。それももう売ってないですしね。なんで、今更レッドキャットもう一台増やしてもらって気もするんで、ちょっと、なしかな。で、エレメントなんですけれども、エレメントは僕ね、もう全部ですね、キット系はですね、IFS のキット以外はですね、経験しています。初代のビルダーズキットも、2もだし、ゲートキーパー実はね、もうね、廃盤になってしまってですね、キットも RTR もないんですけれども、ゲートキーパーのね、キットは組み立てたこともあるので、やっぱりね、今回はね、エレメントからはないかなって感じですね。で、ちょっと前置き長くなりましたが、アメリカ系のメーカーで最有力候補ってなると、やっぱりですね、僕が今まで経験していない、手にしたことがないメーカーってバンキッシュなんですよね。バンキッシュプロダクツ。もう皆さんもね、好きな方ご存知だと思いますが、あまり詳しくないって方はですね、バンキッシュなんだろうっていう方も多いと思うんですけども、バンキッシュっていうのは、アメリカのですね、大手のアキシャルとかね、トラクサスとか、エレメント、その辺と比べるとちょっと路線が違う、本当にクローラー専門のメーカーです。クローラーしか出してないです。クローラー、スケールトラックって感じ。こういうトラックしかなくてですね、しかも、高級志向ですね。例えばこの初代のね、VS410 オリジンなんかはこれ899ドルとかね、します。キットでね。この辺は全部ね、キットだったんですよ。初めの頃。で、フェニックス。こっから RTR が出始めたんですけれども、これもキットだね。こっちが RTR か。結構お高くて高級ブランド。ハイエンドとはちょっと言うにはちょっと安いんだけれども、当時はね、これハイエンドに属してましたよね。アメリカのメーカーではね、キットとしては。そして、このフェニックスでちょっと安い感じの RTR が出始めてですね、キットが出て、で、これが370ドルとかな、400ドル以下で手に入るキットなんですよね。約2分の1の価格になって。で、RTR が出て、
で、まあ、こういうね、最近だとね、VRD っていう、やっぱこれは SCX10 Pro のコンセプトと同じ、まあ、いわゆる低重心の LCG 系のマシンですよね。こういうやつね。こういうのが RTR で出てきたという感じなんですけれども、バンキッシュはやっぱ経験してみたい。バンキッシュのキットだとですね、今だと VRD カーボン。ただ、まあ、この LCG 系はちょっとね、ちょっと今回はパスしたいので、まあ、ボディついてないしね。ってなるとですね、フェニックスのこのポータルかストレートアクセルのキット。まあ、発売から割と年数経っているものなんで、この辺もフェニックスもね。まあ、フェニックスならまだいいかな。なんか今更感は正直あるよね。SCX-103 の時のような、あれは本当にその発売してまだね、1ヶ月ぐらいで作り始めてブログとかね、動画とかアップし始めたんで、それでね、割とね、見に来てくれる方が増えてですね、今までこういうのが続いてるっていうのもあるんで、なんとなくね、そのホットなね、製品を紹介したいっていう、やっぱ心がね、働いてしまうんですけれども、でも純粋にね、いいなと思うのはやっぱ、フェニックスはちょっと作ってみたいかな。そしてね、アメリカ系じゃないところで言うと、やっぱブームレーシングの、BRX かね。この辺はですね、実はまあボディを LC70 ボディ持ってるじゃないですか。まだ作ってないんですけれども。これか。で、まあ、実はこのディフェンダーボディも持っているんで、まあ、BRX01 のシャーシキット買って、まあ、ボディだけね、持ってるものを使うっていうのも、まあ、一つの手かなって思ってるんです。BRX のね、02のキットとかは、やっぱりね、これ、キットだけでね、10万円オーバーするんですよ。でもこれ、やっぱりね、この出来栄え、実はね、ミッキーロックでね、持ってる方にね、見させてもらったんですけれども、ほんとすごいクオリティ高いシャーシですね。まあ、RC フォーイールドライブの TF2 とかね、あれに通ずるような、なんだろうな。やっぱりその作品としての完成度が高いシャーシで、これ作ってみたいなと、もう所有感バリバリ満たされるシャーシですよね。思いました。ただまあちょっと高いよな。シャーシだけだもんな。まあタイヤとかもついてるんですけれども、まあボディはあるからね、これで収まるっちゃ収まるんだけれども、どうだろう。なんかでもパッケージとしてのボディとかついているキットっていう感じではないんで、やっぱりなんかワクワク感がね、シャーシだけ買うのって、ちょっとね、少なくなっちゃうんですよね、僕の場合。まあ、BRX01 のこのキット、これだとね、1万円ぐらい安くて8万5千円か。まあ、これもね、いいんですけれどもね、やっぱ LC70 乗せるにはね、バッチリなシャーシなんでいいんですが、ちょっと、高いかな。そしてですね、韓国の G メイドですよね。ここの、ラジコンはキットがですね、豊富にあるんですよ。まあ、ビルダーズキットもあるんですけれども、こういうですね、バッファローピックアップのキット。あと、こういうボームのキットとかもね、あるし。で、値段もね、結構安いんですよね、やっぱキット。このミリタリーバッファローだとね、319ドルでボディタイヤ付きのキットですよ。安い。そしてですね、最近出ましたですね、これですね、スパイダー。これのキットも、この値段ですからね。これはね、ぜひぜひ作ってみたいなと思って、これもちょっと有力候補かな。スパイダー、ちょっとね、気になりますよね、スパイダーはね。そしてやっぱりですね、クロス RC は、僕大好きなんですけれども、この昔からね、いつか欲しいと言っていた XT4 ですね、10分の1のこのバージョンですね。8分の1のラジコン、クロスのラジコンね、僕ね、レビュー2台ぐらいしてますけれども、この10分の1ってね、実はまだやったことないんですよ。で、これ、まあ、これわかると思いますけれども、ハードプラのね、ボディでね、作られているキットなんですよ。これね、ボディ付きで、もちろんシャーシとかもね、こういう、ちゃんとしたね、本格的なシャーシになっていてですね、まあ、ボディのクオリティがすごく高そうってことでですね、これもやってみたい。これ結構ね、いいんじゃないでしょうか。楽しみ。ブログとか動画での、なんだろうな、
露出のしやすさとかも考えると、あとこういうスタイルね、も含めると、なんか総合的にね、いろんな考えて結構いいんじゃないかなとかって思ってます。これはね、気になるんですよね。ただしなんですが、これね、ちょっと作ってみたいですね、これはね。ただね、なんか、レビュー動画とかを海外の人のを見るとですね、シャーシとしての、なんだろうな、スケールシャーシなんですよね。こういうトランスミッションのね、こう飾りとかもね、あるんですけども、なんか基本全部、ほとんどがね、プラパーツらしくて、なんかすごくね、ちょっとチープなシャーシには見えました。なんか他のね、ボディに流用してみようかなっていう気になるシャーシではなくて、あくまでもキラーボディのボディ用の専用シャーシっていう感じかな。なんかそんな感じがしたんで、ちょっとなんかね、作るのは楽しいと思うんですけれども、その後、なんか他にね、生きてこない気はして、ちょっと、でも値段もね、そんなにね、高くはない。高いですけれども、バカ高くはないんで、PRX シリーズみたいにね。これもありっちゃありかな。とか思ってます。それでやっぱクローラーもいいんですけれども、スケールトラックもいいんですけれども、やっぱ前からね、興味あるのがこのモンスタートラックなんですよね、僕ね。タミヤのね、モンスタートラックとかもありますけれども、このロッシドですね、LMT ですね。アキシャルにもね、前 SMT って言ったっけなんかありましたけれども、廃盤になってしまってですね、今いわゆるアメリカ系の、いっぱいあるけれども、マイナーなメーカーだとね、メジャーどころだとこのロッシの LMT だと思うんですよ。これ8分の1スケールなんですけれども、そんなバカでかくないやつですよね。これ RTR なんですよ。これで買うっていうのもいいんだけど、やっぱり組み立てたいんで、実は LMT にはですね、こういうですね、トラックキットっていうのがあるんですよね。これ、ボディとかね、タイヤとかついていないやつで、各種パーツがですね、こうカーボンになってたりとかね、ビルダーズキット版らしくですね、アップグレードパーツが使用されているんで、これにですね、タイヤとかメカとかね、ボディやったらですね、軽くね、1000ドルは超えちゃう。そんな感じなんですけれども、モンスタートラックちょっと、これね、青いやつ。これ RTR でもいいけど、ちょっとね、遊んでみたいな。ただ、モンスタートラックはね、走りがね、やっぱりね、速いし、動画とか撮ったりするのね、結構、僕の場合、ワンオペだとね、ちょっと厳しくて、どうだろうって思っちゃうんですけれども、どうでしょうかね。モンスタートラック。このキットはでも興味あるな。あんまりないですよね、モンスタートラックのこういうキットってね。変わり種になってしまうんですが、クローラーじゃなくてね、こういうバギーね、テクノとかのですね、こういうなんだろうな、カーペット系のバギーですか。こういう系のなんかデザインって僕結構美しくて好きだなと思っていて、10分の1のですね、エレクトリックのバギーとかをあえて、作ると。サーキット行くわけじゃないんですけれども、どうだろう。この辺とかね、これいいよね。10分の1。8分の1になるとね、やっぱちょっとまた変わってきちゃうんで、飾る系、どっか機会があれば走らせに行く系でね、このバギー、輸入物のね、バギーを作る。ソシでもいいんですけれども、テクノとかね、TLR、ロシのやつとかね、あとなんだっけ、もう一個あったよね。X レイだっけ。ああいうのとか。その辺もね、なんか本当になんか綺麗に作って、飾っとくみたいなのもちょっとやってみたいなとはいつか思ってるんですけれども。このテクノ、僕結構好きだな、これ好きですね。そんな感じでですね、ちょっとね、何かしら新しいものを導入したいなと思ってます。ということでですね、やっぱアメリカ製のラジコンはキットが少ないっていうのがですね、僕にしてみたらですね、ちょっと物足りないところではあります。これ全部ね、例えばアキシャルとかトラクサスとかでもね、全部ボディ付き、タイヤ付きの、組み立ててないメカレス、プロポレスのキットっていうものがね、パッケージとしてあったらね、
もっといいのになと思うんですけれども、きっとですね、いろんなですね、リスクとか管理上の問題ですね、そういうものを考えてですね、アメリカのメーカーはそのキットってものをですね、作らないんだろうなと思います。売れないのもあるんだろうけれども。ということでですね、そんな感じでですね、ちょっとね、もうちょっとね、迷ってね、みようと思います。皆さんもね、作品選びの参考になれば幸いでございます。それではさようなら。